皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってきました。ながらフライクって何？ながらフライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしにトークしていくラジオ感覚の動画となっております。6時以降はお酒を飲んでもいいルールなんで、今日のお品書きはこちらです。フライクで働く人のことを知るシンボリ編スターティン。趣旨としては、僕たちって少数精鋭でやってるというか、人をべらぼうに増やす計画もなく、年間で、1年で3人とか4人とか、多くてね増やしていく中で、やっぱお客さんにもシンボリ律樹というかフライクで働くメンバーのことも知ってもらいたいし、配属ガチャじゃないけどさ、やっぱり一緒に働くメンバーって大切じゃん。となると同僚になったり上司になったりするシンボリ律樹くんのことを知ってもらいたいなっていうので、律樹のことを深掘りしていこうっていうことで、僕たちが律樹に根掘り葉掘り聞いていこうとは思いますが、律樹くんにはノーはなしということで、いろいろ聞いていきましょいや、まず私影響されやすいんですよ。何事も何かを見てかっけみたいな、っていうのが全部あって、そのうちの1個が、今の仕事をしてるとこのエンジニアっていうところがあるんですけど、ブラッディマンデーって知ってますか？知ってますよね。もう何回も聞いてるから、もうマジかっこよくて、小学校か中学校ぐらい。ちなみに俺その動画じゃねえわ、見たことないんだけどね。親父がそのブルーなんちゃらみたいなその国の秘密組織みたいなところにいて、その親父のことを知りたくてハッキングして親父の情報を取ったりとかしてた子が、世界救いますみたいな、プログラムとかハッカーとして世界救いますみたいな物語で、中学校小学校がちょっと忘れましたけど、中二病心くすぐる感じなんですよね。当時のパソコンってさ、ポチって押したらさ、立ち上がるまでにすっげえ時間がかかる。でもこういう USB みたいなやつに OS が入ってて、それをポストさすともうその瞬間に立ち上がって、ここの黒い画面にこのタカみたいなファルコンっていうんだけどがあって、みたいな、そしたら黒い画面バーン立ち上がって、うわー書いたら爆破テロ、ウイルステロを防ぎましたみたいな。で最後にエンターをして捕獲完了って言ったらこうフーンみたいな。やばいでしょ。いや、ちゃんとは伝わってないんだよなこれ。ちなみに俺が求めてたエピソードそれじゃないけどそれがあって黒い画面に何か書くことをしたいっていうのがありで、中学終わり高校行きで、高校は情報系やっとけばいいだろうみたいな感じで情報系をやってて、んでじゃあ進路どうするか、高校2年生3年生とかのタイミングでプログラマーなりてえなっていうのはあるものの、ハッカーじゃなくて、そうハッカー、何か書くあるものの、いや大学行くのダセえなって、これもちょっと中二病心くすぐる4年間何するみたいな。それだったら就職したら自分が5年目の時にこの差、お前ら遊んで何するんやと、サークルでねピーとかねやってなんこれサークルがうんちゃらかんちゃら、バカだろと思って就職しようと思ったんだけど、来たないわけですよ。大田さんが好きな話。来たない。そんな高卒でプログラマーの仕事なんてあるわけもなく、ないんだ。ない。へー。しかも工業高校だったから、ホンダとかトヨタとかの工場とかがいいとこ。なるほどね。愛信とか、他はもう本当に事務職とかそれこそスタッフとかみたいなのでない。なるほど。でももういっかなみたいな。別にそのプログラマーになりたいわけじゃないし、かっこいいっていう世界でかっこいいだけだから、夢、ドリームだよ。そうで就職しようと思ったら、でそれをばあちゃんちかに報告しに行ったんかな。そしたらばあちゃん大号泣始めて、お前はプログラマーになりたかったんじゃないのかと、お前ここで若気の至りみたいな、そのわけのわからんプライドで就職するんかと、整備するんかと、それでいいんかみたいな。松田に行こうとしてるその時で、
いや泣くなしみたいなでその時なんかばあちゃんから言われたからっていうかなん泣きよるこいつみたいな感じで、いやもうそんな言うんだったら大学行くわって言って、でも4年行きたくなくて、絶対行きたくなくて、でも専門学校も行きたくなくて。あら、なんで？専門学校もこれも偏見の話ですよ。遊んで高い金払って遊んで、偏見の話ですけどねっていう当時のね、でも4年生行きたくないってなった時に探したら県立の短大があって、2年間で4年分の単位を全部取りますみたいな、すげえ法律的と思って、まあ専門的なことを学びで就職でやっとプログラマーになれるっていう。もうそのねばあちゃんが好きなんですよ。いやね、俺ねおばあちゃんとねペットの話はねもう大好きなんですよね。家族のばあちゃん最高だなみたいな。その話聞いた時にもうそこがもうピークなんで、ね、もうあとどうぞです。それ大事、もうばあちゃんの話は大好き。バッティマンデーの話会ぐらいですよ。みたいな、そこ行くみたいな。いやもうそこが一番大事。そうね。まあ今めっちゃ大学のが偏見ありましたんで、ここ2人大学出てますからね。こんなん言ってます。この話するときはちょっともうねこんな感じになっちゃう。当時のね自分のねなんかね。でそこでセールスフォースの代理店に就職をしました。でそこでやり始めたのがコーディング。コーディングですね。VF、APEX、ガリガリ書いてみたいな感じですね。初めから書けたん？全くです。コーディングはどんな感じまでできよったん？全く？なんか勉強とか学校で C 言語とか Java とかあるので分かってるつもりですけど、大学やっぱ嫌いでなんだかんだね。そう C 言語で九九の一覧をプリントオフで出してみましょうみたいな。わかるわそれ何するんみたいな。7分で100回回してみましょうとかさ。だから書けるものの基礎は知ってるものの何に使うか分かんない。あなたが優秀だった可能性はある。だって僕それすら難しかったもん。それはバカだね。いや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 。強いて言うんだったらそれもバカだね。あれ？俺も書けたもん。あ、本当ですか？あらあら。皆さん頭がよろしいようで。書けるものの何に使うか分かんないから、じゃあいざこれ作ってって言われたらもう何から手つけていいか分かんないみたいな感じですね最初は。普通に高校の授業とかと一緒ですよね。数学とか因数分解習っても何に使うねんこれみたいな。そうそんな感じですよね。本当そう。学問っていう感じのとビジネスで使うの全く違うもんね。でそこでエンジニアをして熊本にいて、で転勤ですよね。転勤ですね。次2年目のゴールデンウィークに引っ越しましたね。なんで福岡に来たの？事例ですね。なんかまあ福岡にそもそも人が足りてないっていうのが当初あって、でなんかもう冬ぐらいからちょこちょこなんかどうよみたいなみんなに言って。ジャブ打ち？そうです。みんなに？そうなんですね。でもみんなやっぱりもう年配じゃないな、ベテランの方で、まあ、家族がいる家があるとかでなんかもう雰囲気でじゃあシンボリしかいねえなみたいな雰囲気はすごく感じててでいざ福岡人足りないしっていうところと、一人暮らしちゃったよね熊本でその時に。いや実家にいました。あ、実家なの？実家にいました。はい。そうなんだ。うです知らんかった。車で何分か。車でね雨の日とか1時間とか。めっちゃ混むんよね。夜中だったら多分20分ぐらい混まなければ。要するに熊本はね渋滞すごいからね。で行ってくれみたいな。でなんかこれは多分本音じゃないと、まあ、生かせる口述だと思うんですけど、その君にはプログラマーじゃなくて上流に立ってこうフロントでこうやる才能があるんだみたいな、だから行ってくれみたいな感じで、まあノーなんて言えないですよね。新卒1年目でもう行くしかないからウィスって行くのが2年目ですね。そこでか2020年違う2018年ですかね。ちなみにさ、その時の給料ってどれぐらいだったの？福岡でやってる時。16万7千。手取りか？基本給が16万7千で21万が額面で、手取りはもちろんそこから減りますみたいな感じです。年収的に3,5ぐらい。3ないんじゃないですか。200万台多分。マジか。新卒の時は3なかったかもしれないです。僕も結構ギリギリですか？ギリギリでしたし、でその時一人暮らし始めたんですよね。まあ嫌いで福岡が都会なんで、都会嫌いなんですよ。田舎大好きだもん。だから毎週金曜日に高速で熊本まで帰る。で月曜の朝から帰ってくるっていうのを週4やるんで、ガソリンと高速代で月7万とか6万とか。みたいな。白のスイフトで。なんだっけあれ。おかんに買ってもらったんだっけ。おかんにお金返してもらって買った白のスイフト。あれ今乗ってないね。もう15万キロぐらい走ったんかな。本当に4年ぐらいで。福岡にいて
で熊本に帰りましたよね一回。熊本に帰りましたね。なんで熊本に帰ったとそれ？なんでその会社退職するってなった時にもともと転勤で福岡行ってたので、戻る権利があるっていうので退職と同時に熊本に帰りました。あ、そうなの？そうですそうですそうです。あ、でフルリモートをうちでする。そうです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 。ちなみになんで退職にすることになったんですか？炎上っていうのがすごく嫌いっていうか、心理的ストレスやばいじゃないですかあれって。でその時ずっとなんか思ってたことが、もうエンジニア辞めてなんか洋服屋さんとかご飯屋さんとか行こうかな。要するにその日限りの付き合い、お客さんとその日にブチ切れられようがもう終わりっていう人たちってすごくいいなって思ってて、なんかそういう世界に行こうかなとかも思ってたぐらい、もうストレスがやばかったっすね、その炎上に対する。めっちゃ太ってたよねあの時ね。それはそうですね。2年目そう行って激太りしました、もうやばかったもん。もうなんか写真見せてもらったらなんかリツキじゃないもん。100キロあった。アンパンマンみたい。103あった。寝泊まりしてたんだよね、なんかね。寝泊まりもありましたね。オフィスにソファーがあって、そうだ、俺のベッドみたいな感じで、で翌朝みんな来たらシンボリクセみたいな。誰のためにこっちは泊まっとるんやっていうね。なんでフライクに入ったの？さっき年収をお話しした通りで、お金ないし楽しくないしみたいな、どうしようかな、でもなんか別に辞める必要性はねえなみたいな感じの、心理的状態の時に、その当時前職で慕ってた人から急に LINE が来て、ちょっとお話できますかみたいな、なんか懐かしい名前だってなって、そっからもうなんかもうドキドキして、もうミスターマックスの買い物が何も楽しくなかった思い出が。で返信して、なんかズーム1回って言って、ズームしたらなんか副業しないみたいなっていう話をいただき、めっちゃいいお金稼げるみたいなぐらいの気持ち。その時なんか時給3000とか2000とかだったよね。なんかそういうのでどうすかみたいな。そうですそうです。しかもその副業なんかしたことなかったんで、その時給3000円が高いのか安いのかも分かんない。しかも普通のバイト感覚で言ったら3倍とか4倍とか、やべえこんないい話あるんかみたいな。しかも好きなプログラミングできるみたいな。いやもうやる以外ないよねみたいな感じで。で副業してたら誘われの。そうですね。ちなみに俺リツキって知らなかったからね。シンボリリツキっていう人を。別にその人たちが一緒に働きたいっていうか、誰かいい人いたらみたいな感じだったんで、別にリツキかどうかは知らなかったって感じだね。っていうか履歴書とかもらったっけ？もらったんだろうね。入社の時は、はい、そう私写真撮りに行きましたもん、写真館に。あら怖い写真だ。ちゃんと撮ろうと思って。で入社して4ヶ月後に誘った上司が突然といなくなり、俺とリツキ2人になり。どのタイミングで引っ越してきたんだっけ、熊本から。引っ越したのは2月とかですね。1月とか2月とか。なるほど。1年経ってないですね。そう1年熊本に住んでなかったんだってことか。そうだよね。で2人でマンションの一室で作業し、夜な夜なまでした記憶はないけど、なんか夜遅くまでやってたんかな。やってた時もありましたね。覚えてないな。でも基本スタンスで、私が子供がちっちゃくておときさんが帰れよみたいな、一回家のことしろよみたいな感じで、そうしないと家族が不幸になるよっていうので6時に帰ってた気がします。必ず終わって2人で一緒に自分の話だ。いやね、僕ね、嫌だった過去のこととかって忘れるんですよ。何も負の感情がなくて、その辞めた時とかのそのいなくなった上司の人とか、もちろんその事実ベースで言うといまだに何してんだろうこの人たちって思うけど、全然負の感情がなくて覚えてないんですよね。で6時に帰って、家のことして仕事残ってればするみたいな感じだったんで、なんかストレスとかもなかったですね。働き方に関しては自由にむしろやってたみたいな。プラス一人の社員だから、大滝さんから見たら、もう俺のためのルールみたいな。いやもうリツキが熊本から福岡にしていく引っ越しするときに引っ越し手当も出してあげたいなと思って、社労士の人と引っ越し手当を出したいんですけどどうしたらいいですかとかっていうシンボリリツキのために作られた就業規則みたいなのを一生懸命作ってたかな。最後にさ、リツキと一緒に働きたい人とか、リツキのチームの一員として働く、その子に直接教えるってことはないかもしれないけどさ、今のチーム構成的にさ、どんな人と一緒に働きたいですか？
なんか自分のチームを作るってなった時に、まあいろんな属性の人いると思うんですよね。なんかすっげえ熱い人がいて、なんかちょっと抜けてる人がいて。なんで抜けてる人で沼ちゃんみたい今絶対抜けてる人で出したよね。なんかそんな気がしますけど、ねでもこれが回るからめっちゃいいチームなんですよね。ってなった時に、まあ、いろんな人いるけど一番なんかこういう人と働きたいなっていうのはもうずっと言ってますけど、熱い人と働きたくて、あとなんかポリシーを持ってる人、これだけは譲れないぞみたいな、これが俺のポリシーなんだみたいな、その自自がある人、自我が芽生える方でそう芽生えててほしい。でもさ、律樹が2021年に入社したタイミングではさ、熱いものを俺感じてなかったよ。秘めてるものだったと思うんだよね。いやだって俺天才っていうキャラじゃなかったもん。淡々としてたから、なんか求職者に求めるのが熱いっていうの分かるんだけども、なんか難しくない？面談の中で見つけるのって、律樹が2021年のタイミングでこの関係性知ってる中でシンボル律樹 B が出た時に見抜けない気がする。見抜けないですね。絶対無理。どういうところでアピールしたらいいの？そういう人たち。熱いハートは持ってるけど外に出すのが上手じゃない子。どうしようかね。自分の話やもんな。そうだって今さ、シンボル律樹がその23、4歳だったっけ、のその時にいた時にさ、面談で落としそうじゃない？ね、カジュアル面談してセールスフォースできるんだって断る理由がないから、じゃあ上に上げます、律樹が一次面談しますってなった時に自分で面談するのは落としそうだなと思って、落とすかも。だったらどういうところをアピールしてくれたら働きたいなってなるの？でもまあこれ見てる人であればね、その熱い思いを語ってほしいですね。恥ずかしがらずに、これ見てない人が、見てないシンボリがそういうことを知らずにちょっと応募しちゃったら落ちるよね。落ちますね。テンプレ的な会話というか、それロボット的な人はマジで嫌いっていうか、面白くない。どんな人間か分かんないっていうのが一番困りますからね。潤滑油ってよく言うじゃん。はい。なんか面接のなんかそういう話の中でさ、御社のための潤滑油になりますみたいな。はいはいはい。ああいうの嫌い。コミュニケーション能力が高い人みたいな感じあっていうアピールをしちゃってる子。まあそうかもしれないですね。御社にもし受からせていただくとしたら入社までに何を勉強すればいいですかとか。俺もそれダメかも。思ってねえだろと思って。はいはいはい。じゃあお前英語喋れるようになれって言ったら英語喋れるようになるんかっていう、営業勉強するんかっていう、絶対せんじゃん。嫌い。なるほどね。締めむず。明確な答えがないですからね。まあでもないから難しいんですよね。そうだね。多分ね。でもシンボリさんと働きたいですってめっちゃ言ってくれたらちょっと好きかもしれない。そっか。面接官失敗なの。ダメじゃん。まあこんなシンボル律樹くんの過去があり、まあどんなね未来があるかわかんないけど、まあ楽しくわちゃわちゃやっていきましょう。はい。まあチームとしてワークしてくれるというか、こういう機能があるから、こういう特徴があるから一緒に働きたいっていうよりかは、なんか一緒にチーム組んで楽しければいいよね。そうですね。ね、飲み会基準かもしれない。僕で言うと、一緒に飲みたいかとか、結構重要だよね。じゃあ今日の話題は以上ということで乾杯して終わりましょう。じゃあお疲れです。よっしゃ。こんだけやってんのに全然給料上がらない。クライクのお金ってどうすかとか、今後評価される時の評価軸がなかった企業にいたって。頑張らない人とかいたらもうみんなで頑張ろうする。